こんにちは。前回は、オリオン戦争を経て、魂たちが地球に移動し、アトランティスという文明が築かれるまでの物語をお話ししました。今回は、アトランティスが最も輝いていた時代、その黄金期に存在していた技術や文化、社会の構造について、さらに詳しくお話ししていきます。アトランティス文明は、建設から数千年にわたって、急速に発展していきました。その基盤となったのは、複数の星系からもたらされた英知と、それを統合する精神的な成熟でした。この時代のアトランティスは、単なる物質文明ではなく、高度な科学技術と精神性が調和した状態にありました。中心都市、ポセイドニスは、エネルギーの心臓部として機能しており、そのクリスタルタワーは、都市だけでなく、周辺の自然エネルギーの循環も制御していました。このタワーから放射されるエネルギーは、都市全体に均等に流れ、天候の安定、作物の成長、さらには惑星外との交信を支えるものでした。建築様式は、音と光を用いた振動共鳴によって形成されており、建物は、すべて特定の周波数に合わせて、成長させるように作られていました。石材やクリスタルは、自然の中から共鳴するものを選び抜き、切断も接着も人の手ではなく、周波数によって行われていました。その結果、建築物は、自然と完全に調和し、時間とともに呼吸するように生きていたのです。社会構造においては、階級や貨幣といった概念は存在せず、すべての人が役割によって位置づけられていました。その役割は、生まれながらにして決まるものではなく、各人の波動と意識状態によって柔軟に変化していくものでした。人々は、責任ではなく、共鳴によって活動を選び、個人の意志と集団の調和が自然に一致するような仕組みが保たれていたのです。教育の場として重要だったのが、神殿施設です。ここでは、ただ知識を学ぶのではなく、記憶の回復、魂の成長、周波数の調律といった多次元的な学びが行われていました。特に子供たちは、音、光、幾何学を使った遊びを通して感覚を開き、自然との対話、他者との共鳴、自己の本質を早くから育んでいきました。また、神殿の中には、天体観測を行う施設もあり、星系の動きから地球のエネルギー変化を読み解き、農耕や建築のタイミングに活用されていました。このように、アトランティスでは、天体と生活が深く結びついており、宇宙のリズムに合わせて、社会全体が調和していたのです。医療技術も、また非常に高度でした。医療神殿では、音、色、香り、クリスタル、水の波動といった自然の力を用いて、体や精神のバランスを調整していました。病気という概念は存在せず、エネルギーの乱れがあれば、即座に感知され、調律されていたため、慢性的な不調は極めて稀でした。交通は、空中浮遊装置によって行われ、都市間移動には、地上を使わず、波動経路を用いた、転送のような方法も存在していたと言われています。また、日常生活では、具現化技術が用いられ、思考と意図によって必要な物質や道具を、その場で形成することも可能でした。食事に関しては、動物を殺すという行為は存在せず、植物や果実、光エネルギーを取り入れることで、栄養を満たしていました。中でも、栄養水と呼ばれる液体は、クリスタルによって構造を変化させた水であり、個人の波動に合わせて最適化されていました。さらに、一部の人々は、物理的な食事を必要とせず、直接エネルギー体から栄養を吸収する能力を有していたとも言われています。アトランティスの文化は、
芸術と科学が完全に融合していたことも特徴的です。音楽は、知恵と通信の手段であり、絵画や彫刻は、空間の波動を調整する装置のように使われていました。演劇や舞踏も、単なる娯楽ではなく、宇宙のリズムや地球の季節を体で表現する、神聖な儀式として捉えられていました。都市全体には、巨大な音響システムが組み込まれており、特定の時間帯には、都市全体が共鳴音で満たされていました。この音は、住民の意識を一定のリズムに調律し、都市全体の波動を整える役割を果たしていたのです。こうした仕組みによって、人々は常に安定した精神状態を保ち、争いや混乱の起きにくい社会が維持されていました。このように、アトランティスの黄金時代は、精神と物質、科学と芸術、こと全体が完全に調和した特異な文明として花開いていたのです。しかし、その完璧に見えたバランスの裏側では、次第に、ある兆しが芽生え始めていました。それは、精神性よりも、技術を優先し始める、一部の集団の出現でした。次回、第3話では、アトランティスにおける、科学至上主義の台頭と、分離の始まり、そして、文明の内部に生まれた、緊張と亀裂について詳しく見ていきます。お楽しみに。